んにちは。今日は五島列島に行くために長崎港に来ています。五島列島へは今回フェリーで行きます。フェリー乗り方紹介を案内したいと思います。私は五島列島初上陸なのでのんびりしたいなぁと、なので九州商船の船とホテルのセットパックを利用しました。長崎港にも五島列島長崎のお土産を売っていますね。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回申し込んだ九州商船のパックは行きしフェリーで帰りはジェットホイール、そして五島椿ホテルの宿が2泊ついて1人37,000円でした。フェリーが片道4160円、ジェットホイールが9160円、椿ホテルが1人11,450円なのでほぼ同じくらいです。予約の手間が省けて少し楽ですね。長崎港ではこのように朝ごはんが食べることができます。ずっと前から五島に行きたいと思っていたので今回念願かなってです。島がいくつか分かれているのですが、今回は福江島を回ります。長崎港トイレ紹介です。トイレは1階2階各フロアに2カ所あります。トイレは綺麗で広く、どこもこんな感じでした。五島列島たくさん島があるので他の島にも行くのを考えたのですが、交通手段船になっちゃうんですよね。ちゃんと全部回ろうと思うと最低でも1週間はかかっちゃう。なので初ですし、福江をしっかり回ってどんなものか調べてみます。長崎港おしゃれですね。そろそろ出港の時間が近づいてきたので2階に上がります。特に掲示板表示や放送案内とかがいいんですよね。なんとなく時間だから集まってくるって感じです。並んでいるようなので私も乗りましょう。はい、改札をし船に乗っていきます。船に乗り込むとまずは自販機が並んでいます。チケットは2等なのでそちらに向かいます。こちらが2等客室になります。空いてる場所にそれぞれ自由に場所を確保します。私は窓の近くにしようかな。広々としていますね。デッキに出てきました。こちらは後方デッキになります。さらに階段を上ると前方デッキに出ることができます。後方とは違い椅子はたくさんありませんが広々していますね。あそこから船に乗り込んだんですね。反対側の景色です。一番前方に行くともうすぐ出港なので船員たちが慌ただしく準備をされていました。前回屋久島のフェリーの際も出港準備を見てると面白かったのでしばらく見てみましょう。船が動き始めました。今回私は8時5分の便に乗っています。他の便はこんな感じです。1日3便でお盆や4月10月中旬は便数が増えます。3時間10分の船旅のスタートです。五島へはフェリー以外に先ほど言っていたジェットホイール、飛行機と移動手段はいろいろあります。その中でダントツ安いのがフェリーになります。屋久島の際はフェリーの方が欠航しやすかったんですが、こちらはフェリーよりもジェットの方が欠航しやすいらしいです。飛行機のように事前予約も必要ない分利用しやすいです。時間的に長くなるのが欠点ですが、今回私は鹿児島から熊本に向けて佐賀、長崎と大移動したのでちょっと船で休憩です。こういう風に大海原を見ながらのんびりするのも旅っぽくって私は好きなんですよね。旅の醍醐味って感じがします。コロナ明けすぐぐらいに長崎市内はほぼ観光したので、今回は何が何でも五島に行きたいということで長崎観光をすっ飛ばしてフェリーになりました。でも長崎市内観光も楽しいですよ。妖怪巡りやおしゃれなカフェもいっぱい。
中華街は思ったよりは広くはないですが、美味しいちゃんぽんが食べられます。また長崎の稲佐山からの1000万ドルの夜景は素晴らしいです。船は女神大橋に向けてぐんぐんと進んでいきます。途中大きな灰色の船が並んでいますね。この辺りは造船所がたくさんある辺りです。長崎はこのようなリアス式海岸で入り江が深くて波が穏やかなので、大型船の建造に適し有名企業の造船所がたくさんあります。予約をすれば見学とかもできるようです。船に乗らないと女神大橋の下から見ることはできないので、そこまで頑張りましょうかね。先ほどいた長崎港は市内から近く、非常に来やすい場所にあります。もし長崎観光をして五島に向かう場合は楽々で向かうことができる立地です。飛行機だと空港は大村市というところにあり、長崎市内から車で40分ほど。そういう点も若干飛行機は不便ですね。女神大橋が近くなってきました。シャッターポイントです。いかがですか？橋は車で渡っても橋の下は見ることできないですもんね。では船内に戻って船内案内をいたしましょう。船に乗船して右に行くとトイレがあります。トイレ紹介です。ベビーコーナーやオートの場、とても綺麗でした。ちょっと驚きは屋久島の船もですが、扉が船だと磁石なので船に揺れて動かないようになっていることが多いのに普通でした。さらに奥に進むと一等客室があります。この船はこのワンフロアが客室になっています。平成24年に就航された比較的新しい船らしいです。乗ってる時間が短いからか食堂や売店はなく、先ほど紹介した自販機のみです。私がいいなと思ったのは2棟でも毛布や枕が無料で使えるところで、あと Wi-Fi があり、機種にもよりますが、私の場合海のど真ん中、間1時間ぐらいはつながりませんでしたが、他は使える状態で良かったです。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。いよいよ島がたくさん出てきて福江まではもう少しです。揺れも少なく快適な乗り心地でした。寝ていたらあっという間に着いたって感じ。天気良さげですね。ちょうど昼時なのでお腹が空いた。はい、ここが福江港になります。思ったより大きな感じです。長崎港とそんなに変わらない。ではこの続きはまた次回。今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は日曜18時、福江に次ぎ教会や大瀬崎灯台を紹介します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方、ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。